こんにちは、大輔です。もうあと1ヶ月でクリスマスですよね、皆さん。いつもだったらね、国をまたいで家族ですとか恋人と過ごす計画立てたりとかね、真冬の日本ですから、ハワイだとか東南アジアでゆっくり過ごしたいという方いらっしゃったことと思います。僕の場合はですね、もう12月のフライトチケットをトリップドットコムで買った方がいいのか、ジェットスターのサイトで直接購入した方がいいのか、はたまたね、セブパシフィックの深夜便がいいのかね、チケット購入サイトでにらめっこしてる時期なんはずなんですけど、なぜかこういった動画を撮っているという日々が続いております。本動画はですね、渡航緩和に関する最新状況を知りたい方向けに毎月2回発信しているものになります。主要な30カ国以上、世界の渡航ハードルを短時間で理解できる入国制限緩和シリーズ。今回はね、第12回目ということでラインナップはこちらになります。1、大統領選の裏で進む欧米の感染増加ということで、感染拡大が進んでいるドイツですとかイギリス、フランス、スペインなどの欧州圏とハワイを含む米国全体のですね、渡航条件に動きがあったのかを見てまいります。2、トラベルバブルの形成進むアジア圏ということで、今回特にアップデートが多いのは主にね、こちらになるんじゃないかと思います。シンガポールですとか香港を中心にですね、観光客の相互受け入れについての協議が進んでいるということで、一部すでにね、スタートが決まっていることについてアップデートをかけていきたいと思います。3、全世界の緩和を進める日本政府。いくつかの国に対してですね、渡航レベルが引き下げになったと同時に、到着時の PCR 検査が一部不要になったりとですね、緩和の最新ステータスを確認していきたいなと思います。帰国後の隔離免除であったりですとか、外国人観光客の受け入れ目処といったですね、皆さんが気になる未来のお話もしていきたいと思います。本チャンネルでは世界各国への渡航緩和の最新情報をお届けしてまいります。コロナ明けの海外行き待ち望んでいる方、チャンネル登録をして一緒にニューノーマルトラベラーになりましょう。1、大統領選の裏で進む欧米の感染増加なんですが、もう先に結論なんですけど、良くも悪くも欧州、米国、そしてロシア、アフリカを含めまして、渡航条件について大きな変化はここ半月の間はね、見られませんでした。一つ前回からのアップデートとしては、フランスのですね、マクロン大統領が先月末に語った欧州外との国境は閉鎖するっていうコメントがあった件なんですよ。で、結局のところですね、蓋を開けてみると、日本からの渡航制限が新たに開始されたとかっていうことはなさそうでしたね。日本からフランスへの渡航そのものは今現在でもできるものと理解をしています。ただしですね、フランスを含めて欧州各国へはですね、年内の渡航についてはあまりお勧めできそうにはないんですよ。で、なんでかっていうと、今月いっぱいですとかね、あと一部の地域は12月も含めて行動制限がかかっている地域っていうのがほとんどになりますので、渡航をしてしまったらですね、その後は自宅だとか宿泊施設でステイホームを遵守する必要があるんじゃないかというこんな状況なんですよね。入国制限がかかっていない地域が多い反面で、感染拡大の懸念が日に日に増していくっていうのがね、ヨーロッパ圏、北米ということになるんじゃないでしょうか。おそらくピークアウトが見えてきたところで、ワクチンによる収束でしたり、来年のね、渡航協会を含めた復興についての話題が出てきてくれるんじゃないかなと想定しております。今後も引き続きウォッチをしてまいりましょう。そしてですね、渡航緩和についての動きが激しくなりそうなエリアというと、こちらなんですね。2、トラベルバブルの形成進むアジア圏。相変わらずアジア圏についてはほとんどの国で観光再開なされていない状況が続いています。そしてその一方で、いつから観光再開をすべきなのかが国を越えてですね、激しく議論されている、そんなエリアでもあるんですよね。アジア圏っていうのは。それでは水面下でどういった動きがあるのか、11月に起きている直近の動向を見ていきましょう。特別観光ビザを開始しているタイでは、第一陣の隔離期間が終了したというニュースが入っていますね。中国からの渡航者320名については、陽性者なしというニュースがありました。これは良かったですよね。
タイへの特別観光ビザについては日本が低リスク国として認定されていないということになりますので、日本はね、今現在対象外となってるんですよ。で、これについてはですね、毎月15日と30日にリスクレベルが更新されるってことですので、日本が対象に入るタイミングについては随時チェックをしていきたいなと思っています。そして動きがある次の国、シンガポールなんですね。観光再開についてはアジア圏でリーダー的な動きを見せているのがシンガポールという見方をしていますけど、観光客含めて入国時の隔離なしの渡航が始まっている国なんですよね。今現在シンガポールではオーストラリア、ニュージーランド、ブルネイ、ベトナム、中国に加えまして、香港とはね、相互での隔離なし渡航が実現されようとしてるというね、こんな状況なんですよ。海外からの陽性者の持ち込みリスクがね、一定数はありつつもということですけど、こういった取り組みに走っているシンガポールの動向には引き続き注目をしていきたい、そんなとこですよね。日本の陽性者が増える中で、中国がですね、日本に対しての水際対策を少しね、強化している動きが出てきました。このあたりは要注意なんですよ。11月8日から日本からの渡航条件を厳格化するということで、一部の限られたビジネス渡航などで日本から中国に入国する場合の話なんですけどね、PCR 検査による陰性証明に加えまして、IgM 抗体の検査証明の提示が必要になるということなんですね。これは PCR 検査の精度が 100% ではないという点を補う意味で、プラスの検査を必要としているものだと理解をしています。こんな感じでですね、タイですとかシンガポール、あとはより対策を強化してくる中国などの国からですね、日本が低リスク国だとみなされるように、感染対策をね、ちゃんとやっていくしかないなというところですよね。一方の動きとして日本とのトラベルバブルについて前向きな発言をしている国がちらほら出てきているんですよ。例えばね、オーストラリアなんかは僕はモリソン首相の発言に注目をしているんですけど、日本からの入国を検討するというね、首相からのコメントが報じられていました。あとはですね、香港からは財務長官の前向きな発言がありましたよね。特に日本政府とはより進んだ段階にあるというふうなコメントでした。こちらは台湾政府からの情報もありましたよね。台湾交通部、日本などとトラベルバブル協議へということで、お話がね、進んでいくことを祈るばかりということなんですが、今お伝えしたアジア圏の国々については10月末に日本政府として感染症危険情報のレベルの引き下げがあった国なんですよね。レベル2の国との間でトラベルバブルがどういったスピード感で実現されていくのかについては、じっくりとね、これからもウォッチをしていきたいなと思います。で、レベル3の国ですよね、気になるのは。特にこの中で僕が大きく関心を寄せる国というのはフィリピンですので、これがね、レベル3の中にありますので、願いを込めつつ、年内の動向は見届けたいなと思っております。それでは最後の話題に参りましょう。③。全世界の緩和を進める日本政府ということで、皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。9月から在留資格保有者の入国が再開されていて、10月には全世界からのビジネス渡航者を中心とした入国緩和実施したのが日本政府でしたよね。今後の観光再開に向けた動きについてお話をしてまいりましょう。まずはこちらの記事になります。東京五輪観客入り開催へ連携、菅首相とバッハ IOC 会長ということで、これを撮影している11月16日の記事になります。オリンピックの開催についてはね、賛否両論いろいろあるというわけですし、すでにね、諦めムードという見方もあるのかもしれませんけども、ここではですね、オリンピックが好きなのかどうか、もしくはね、スポーツに興味があるかどうかっていうのは一つ置いておきまして、我々のようなですね、海外渡航の再開を待ち望む人間にとっては、IOC ですとか日本政府がこのオリンピックを諦めずに推進してくれるってことは、ウェルカムなことであるというのは間違いないんじゃないかと思うわけです。実際ですね、この秋から開催されている全世界に向けた渡航緩和によって日本への外国人入国者っていうのがどれだけ増えたのか、ファクトを見ていきましょう。2020年9月の1ヶ月合計の外国人入国者数、こちらですね、約1万8000人ということでした。そして10月における1ヶ月の合計の外国人入国者数はというと約4万8000人ということで、この数字の詳細はですね、
こちらの動画で、徹底解説をしてますので、興味のある方はご覧になってみてください。皆さんはですね、この数字が年末年始に向けても増えていくと思われますでしょうか？僕はね、管理型旅行、準ビジネストラックといった新しい道筋が見えるのかどうか、これがね、大きく左右するんじゃないかなと見させてもらっています。ビジネストラックのルールを適用する形で、観光ビザの新規発給を検討していくという方向性で、ある条件によってはですね、入国時の14日間待機も免除していくというものですよね。こちらの動画で速報をさせてもらいました。オリンピックを念頭に置くと、年内に道筋をつけたいところ、感染症危険レベルが2に下げられた国々とね、協議を進めていくという見方が濃厚なのかもしれません。ということで、あり得るシナリオ3つについて改めて今後の海外渡航が可能になる時期を見ていきたいなと思います。マクロな視点から掘り下げる形であり得そうなシナリオを一緒に描くわけなんですが、マクロな視点としては、とりあえずね、IATA の旅行需要の回復予測を使ってみましょう。こちらです。今年の着地が 34%、来年が 54%、あとはですね、2024年には 100% となるような回復率っていうのを想定してみます。そのために何が必要でしょうか？こちらですよね。外国人向け観光ビザ発給、日本人帰国時の隔離免除、ビザ免除プログラムの復活。これはもちろん日本と各国相互にですよね。そして最後には世界各国で陰性証明ですとか入国時の隔離が撤廃という流れ。これが観光需要の再開に最低限必要な条件というふうに僕の方で想定をさせてもらいました。こちらを3つのフェーズに分割していきます。こんな感じですね。フェーズ1が外国人向け観光ビザ発給と日本人帰国時の隔離免除としてみました。そしてフェーズ2がビザ免除プログラム復活となります。最後にフェーズ3なんですけど、世界各国で陰性証明、入国時の隔離が撤廃ということで、ここまで来るとね、完全に観光産業が、ここからね、以前の状態に戻っていくということを想定して、この3つのフェーズで分けてみましょう。では、楽観的予測から見てまいりましょう。フェーズ1の外国人向け観光ビザ発給、日本人帰国時の隔離免除は来年の2月に開始というふうに想定をしてみました。まさに管理型旅行、あとは準ビジネストラックなんかがね、年明けに開始するとなれば、自然な流れなのかもしれません。そしてフェーズ2としてビザ免除プログラム復活を来年4月というふうに想定してみました。日本政府筋のリーク記事からすると時期尚早なような気がしないでもないんですけど、これはあくまでも楽観的予測ということで、ひとまず4月としてみましょう。そして最終的には世界各国のおおむねの国との間でですね、陰性証明ですとか入国時の隔離が撤廃されていくというのが来年の10月以降というふうにしてみました。これには有効なワクチンが完成して出回ったりですとか、陽性者がすでに各国で落ち着いているという必要がありますよね。それでは次、中間的予測を出してまいりましょう。こちらです。フェーズ1を来年4月としました。そしてフェーズ2が来年10月、フェーズ3が再来年の4月となります。日本を含めて世界各国がね、このあたりの緩和レベルに足並みが揃っていけば、IATF が予測している旅行需要の回復っていうのが数値通り進みそうな気がしませんでしょうか。それでは最後、悲観的予測を出していきます。正直なところこれはね、あまり見たくはありませんが、あり得る話として出していきたいと思います。フェーズ1が来年の10月、フェーズ2が再来年の7月としてみました。さすがにね、これだと IATF の旅行需要回復予測っていうのはさらなる下方修正になるでしょうし、何よりオリンピック中止判断に結びつきますので、日本政府ですとかね、航空産業、観光産業の皆さんっていうのは何としてでも避けたいというところなんだと思います。さて皆さん、どちらのシナリオが一番可能性が高いと思われましたでしょうか？またはこれらのありえそうなシナリオを見て、すでに今年のクリスマスは国を出れないということで、大切な人とね、会えないと落ち込む方がいらっしゃるのかもしれません。そんな方に向けて本チャンネルが滑り止めになるように、あなたの滑り止めになるように、クリスマスシーズンもですね、動画のアップ、あとはライブ配信でもやっていこうかなと思っております。一緒に頑張って待ち続けましょう。今年の年末はですね、観光再開に向けての仕込みが各国政府ですとか観光産業、航空産業が進めてくる時期なのと、その反面でどうしても感染爆発が懸念されたり、いろんなことがね、交差する時期なんだと思います。皆さんにとっての2020年はどのように締めくくられますか？それではまた次の動画でお会いしましょう。大輔でした。